ことある？使えないことが判明しました。どうすんのこれ。ブラックフライデーイエーイ。ジャンクの海からこんにちは。DIY VTuber の東雲初りです。皆さんはブラックフライデーに何か買いましたか？初りは Amazon であるものを一式揃えました。何を買ったんでしょうか？それではこのたくさん届いた荷物を開封していく。何やっけこれ。次の動画のやつか。じゃーん。これが今回の戦利品のスイッチボットです。あと動画のバックアップ用のハードディスク。これは赤外線リモコンになるやつですね。リビングと寝室で2つ買いました。初りはスマートフォームとか好きで、家中のものを自動で動かしたりするのが面白くて、一時期ハマってたんですけど、引っ越したり前のシステムが壊れたりしたんで、最近人気のスイッチボットシリーズ、これがブラックフライデーで安かったので、リビングと寝室を便利にしようと思って買い揃えました。これは IoT スイッチですね。主電源を切るようにすると、赤外線で操作できなくなってしまうので、例えば電灯やと壁のスイッチを使わないようにして、全部 IoT スイッチから操作できるようにしてあげないとダメです。寝室の入り口用と枕元用みたいな感じですね。これは3つ買いました。これは温湿度計です。温湿度計を買うと、湿度が高いから室温を下げる。温度が下がったから室温を上げるみたいなプログラムをアプリで設定することができます。FF12 のガンビットシステムみたいな感じですね。最後は室内カメラです。最近のこういうカメラはすごくて、自動で暗視カメラとかにも切り替わったりします。室内カメラなんですけど、今回は外に置いてみて、家の駐車場を撮るのに使いたいと思います。これが足かな？あれ？なかなかはまらへんな。あれ？はまった。はまりにくいです。IoT で家電を操作できるって、どんな感じなのかわかんないですよね。昔ハマってた時に作ったデモがあったので、一緒に見てみましょう。OK Google。ただいま。帰りなさいませ。電気がついて、エアコンがついて、プロジェクターがついて、ねえ Google、テレビに変えて。テレビを映します。ねえ Google、パーティーモードにして。今宵はパーティーナイトです。まあ、こういう感じです。次はね、設定していきましょう。アプリをインストールします。最初のなんやかんやは飛ばします。これ実は裏で結構手こずってます。本体画面上の Bluetooth マークが点灯するまで、本体裏面のボタンを長押ししてから次へ押さないとうまく認識しません。Bluetooth は LED じゃなくて画面にマークが出ます。日本語をよく読むのがクリアのコツです。日本語をよく読んで、次はスイッチを設定していきましょう。表示灯が点滅するまで、両方のボタンを同時に2秒間長押ししてください。次に次へのボタンをタップしてください。つかんぞ。これでどやー。
もしかして、わー、皆さん、最初から電池が入ってるやつは、引っ張るやつがついてますからね。よく考えたら当たり前ですけど、アプリの日本語だけ読んでるようではダメですよ。こっちはピーってなってわかりやすいですね。製品群にちょっと統一感がないのは難しいですね。ハブは LED でわかりやすいですね。点滅するまでボタンを押す。なんか最初から点滅してますけどね。なんか遅いな。まさかそんなことある？あれですかね。あの程度の点滅は我々は点滅とは呼ばない的な。今のはメラゾーマではない。メラだ。みたいな。いや、まさかのバーン様でしたね。このハブの名前、バーン様にしようかな。最近の中華カメラの実装って Wi-Fi の設定を QR コードで見せるのが一般的なんですよね。これ面白いですよね。知らなかったら初利のおうちの Wi-Fi 情報大公開スペシャルですよね。カメラのテストしてみましょうか。おー、見えた。次に赤外線リモコンで全部動かせるようにしていきたいんですけど、こういう埋め込みシーリングライトって赤外線使えないんですよね。こういう場合はスイッチの方を赤外線対応のやつに変えることができます。このおしゃれなデザインは東芝のスイッチですが、残念ながら東芝のスイッチには赤外線モジュールがありませんね。なので、家に落ちていたパナソニック製の赤外線スイッチと悪魔合体させることにしました。じゃーん。悪魔合体しました。ちょっと歪んでて明らかにデザイン違うけど、新品シール貼ってあったらわからんやろ。よし。次はエアコンの穴塞ぐ粘土みたいなやつでカメラをつけていきます。練りました。うわー、アクシデントもありましたけど、なんとか練りつけました。よーし。つけていくぞ。なんとかね、やってやりましたわ。いい感じに見えてます。赤外線を学習させたのでテストしていきます。まずはリビングの埋め込みシーリングライトから。次にテーブルのライト。エアコン。プロジェクター。バッチリですね。リビングはこれで良さそうです。次は寝室ですね。まずはシーリングライト。次はエアコン。リモコンと温度計はここにつけてます。次はシーリングライトと悪魔合体したプロジェクターですね。今は似たような商品がありますけど、2017年の1月9日に Facebook に投稿してるので、ネット公開は初利が最初だと思います。商品化してる方がすごいから、だからなんやねんって話ですけどね。でも成功した商品と同じアイディアを同時期に思いついてたっていうのは嬉しいですね。家電がスイッチボット様の言うことを聞くようになったので、いよいよリモートボタンに設定しようと思ったんですけど、なんとリモートボタンはボットとカーテンにしか使えないことが判明しました。そんなことある？いつも買ってんけど、どうすんのこれ。検証用にボット1個買い足したんですけど、マジでしたね。前みたいに Google フォームでやってもいいんですけど、
やっぱり一番欲しかったのはボタンですよね。壁と枕元で押すだけでやりたいじゃないですか。それが一番便利なんですよね、結局。作るかー。じゃん。買いました。見てください。この可愛いパッケージ。今回買ったのは M5 スタンプ C3 っていう世界で一番可愛いマイコンですね。Amazon ダッシュボタンと同じ仕組みでコイン電池で動くリモコンを今回は作ろうと思います。ケースはこんな感じで 3D プリンターでサクッと作りました。実装しました。今回は6箇所ぐらいしかハンダ付けするところがないので楽でしたね。これくらいのシンプルなものやったら20分ぐらいで設計しても一発で決まるから楽しいですね。ボタンの具合もバッチリですね。プログラムも実装したので早速試してみましょう。まずはプロジェクターから。これ反応に5秒ぐらいかかってて超遅いんですけど、これは Amazon ダッシュボタンと同じ仕組みで電池につなぎっぱなしのマイコンを電池持ちのために超低消費電力モードにしておいて、ボタンが押された時に再起動して Wi-Fi につないで命令を送るって仕組みにしてるので、その分反応が遅いんですよね。通常モードで Wi-Fi につなぎっぱなしならもっと早いんですけど、多分電池は1日ぐらいしか持たないんですね。低消費電力モードはこれから試していくんですけど、多分この仕組みだと2ヶ月ぐらいは持つんじゃないかなって思います。使ってるのはボタン電池の充電池なので、両手で充電もできます。一つのボタン電池で2つのマイコンを動かすっていうのはかなりハードで、2つ同時に押したら動かなくなるかとも思ったんですけど、充電池なので結構パワーがあって、2つ押したからって動作が遅くなることもないのは驚きでした。リモートボタンをそのままハックできないか解析もしたんですけど、ボットとカーテンはリモートボタンと直接 Bluetooth でつながれるから早く動くのと、そのせいで赤外線リモコンは操作できないみたいでした。このボタンも通常モードで動いてるおやきを作れば、おやきには Bluetooth で素早くつないで、素早く命令を送るようにもできるので、今後の高速化の楽しみもあるいいものが作れたんじゃないかなって思います。いかがだったでしょうか？ちょっと今回は半導体不足の影響でリモコンが1個しか作れなかったんですけど、壁と枕元で共通のリモコンが使える便利さの片鱗を感じていただけたら幸いですね。初利は海外通販で M5 スタンプC3 を10個注文したので、来月には理想の生活を手に入れます。あなたはどうしますか？このリモコン欲しいよって方のためにね、プログラムとかは概要欄に詳しい作り方をファンボックスに書いていく予定なので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。今回見応えあったよって方は、チャンネル登録、高評価、Twitter フォロー、よろしくお願いします。バイバーイ。